い、皆さんこんにちは。今回はオートチェスの図鑑やゲーム内で確認できない仕様の駒の先行後攻についての動画となっております。こちらの動画は中国のヤルヒ・デューラさんの記事をもとにハチさんが英語の記事を作ってくれたので、それをさらに日本語にして動画にしたものになっています。内容は上級者向けのものになるんですが、全てのプレイヤーさんに知っておいてほしい仕様なので情報をまとめてみました。自分の駒が相手より早く動き出したり、15ラウンド目の狼のモンスター戦でちゃんと配置したはずなのに駒が歩いてしまったり、狼が先にジャンプしてくることに疑問を持った方も多いと思います。この現象は実はたまたま起こったとかバグとかではなくて、オートチェスの隠されたメカニズムであるバトルの起動遅延の使用が関係しています。これをオートチェスの先行後攻と日本では説明しているので、こちらについて解説していきます。先行後攻の具体例を踏まえながら紹介していきたいと思います。オートチェスの駒の初期起動のタイミングというのは様々な要素に区分され動きがつけられています。バトル開始時、戦闘開始時の発動遅延を中心に話していきますが、対戦相手の駒の初動の順序というのは先行後攻というものがあって、この先行を引くか後攻を引くかで 0.3 秒差が動きに生まれます。先行後攻どちらになるかはランダムです。つまり一方のプレイヤーがシナジーやアイテム、スキルをわずかに早く発動することで常に優位に立つことができるということで、モブ戦の駒の動きが一番わかりやすく実感できます。モンスター戦の初動は先行後攻どちらを引くかによって自分よりも先にモンスターが行動することもあれば後に行動することもあります。例えばこちらの例でいくと、ラウンド10の準備期間この配置をしていたとしても、ラウンド10戦闘開始時にこういった駒の動きをしたとします。この画像を観察してみると、自陣の駒はすでにスキルや攻撃を始めているのがわかります。例えばオンエはもうすでに岩のゴーレム1体と場所交換をして自陣の駒たちも攻撃をしています。一方で岩のゴーレムの1体は動き始めてすらいないです。今回この例で言うと、モンスターに対して自分が先行を取って 0.3 秒のアドバンテージを得ているケースになります。次の例が同じラウンド10の準備期間の配置をこのようにして、ラウンド10戦闘開始直後のスクリーンショットです。この例2では岩のゴーレムが自陣の駒よりも先に動き出しているというのがわかります。オンエの位置交換は先ほどとは違って戦闘開始直後に発動するスキルなのに、まだスキルモーションを始めたばかりで、それに対して岩のゴーレムはすでに動き始めているのがわかります。この状況の場合はモンスターが先行を引いて自陣よりも 0.3 秒有利な状況になっているということがわかります。この仕様を踏まえると、ゲーム終盤ではこの先行後攻の 0.3 秒のアドバンテージのシステムというのが重要な意味を持つことがあります。例えば相手がシャーマンシナジーを持っている場合、相手のペンギンにさせるという効果は自陣のアイテムやアビリティが効果を発動する前に駒のいずれかに影響を及ぼす可能性が高いです。装備を整えていたエースでさえもターゲットになってしまいます。オンエが位置交換できるかというものも関係します。オンエは対角の相手と位置交換を行い、スタンと挑発を与えるスキルがあります。挑発効果はいかなる場合でも防げない効果として設定されていますが、スタンと位置交換は別の扱いになっています。つまり相手が原初の破片もしくは先祖のお守りを持っている場合、オンエのスキルはオンエが先行を引いた時位置交換を行いますが、スタン効果はアイテムで防がれます。オンエが後攻を引いた場合は位置交換の対象として選択ができなくなり、付近の駒の位置交換してしまいます。相手のエースをオンエでスタンさせたい場合は、相手が原初の破片などのアイテムを持っていないかを確認しておくと良いと言えます。シナジーやスキルの発動差も生まれます。これまで説明したように先行後攻のシステムというものがあるので、両プレイヤーが相手のプレイヤーと自分のプレイヤーがドラゴン語を出している場合でも、この先行後攻の使用で勝敗が分かれることがあります。この 0.3 秒というわずかのタイミング差ではありますが、どちらのプレイヤーが即座にスキルを打つことができたかということが影響して決定的に戦略優位を得る可能性が高いということが分かります。スキ
キルや駒の移動、シナジーの発動についての使用は以下のようになります。シナジーの発動のタイミングはアサシンは 0.5 秒、その他のシナジーは 0.25 秒として設定されています。矛の駒の移動間隔は各駒には 0.1 秒から 0.5 秒の範囲でランダムな移動間隔というものがあります。スキル E は基本的にまずはじめに ①MP が満タンになった時に準備を始める、②スキルを詠唱する、③マナを消費してスキルが発動されるという順番で発動されます。準備中にコントロールされたりターゲットを失ったりされた場合はこの1から3の過程は再開されます。またスキル発動完了までにマナが枯渇した場合、例えば近畿のデーモンハンターで MP 吸収されたり、ソウルイーター先制術師のスキルで MP が回収されてしまった場合はスキルの発動が中止されてしまいます。これまでが基本的に駒の先行後攻やスキルの発動についての説明になりますが、これをどういう風に戦闘に生かすかについて少し紹介していきます。まず分かりやすいものとしては、モンスターラウンドではモブ専用の配置を覚えて配置するということがおすすめです。モンスターラウンドで負けてしまうとアイテムが不足してしまったり、好きなアイテムが選べなくなってしまいます。そうすると最終的に戦力差が出やすくなるので、モンスターラウンドでは勝利しておきたいところです。先行後攻で影響出やすいのが10ラウンドと15ラウンドのモンスターラウンドです。配置例を参考に配置してみてください。10ラウンドの配置はこちらのようなものです。このラウンドではゴブリンシナジー、前衛のいるハンター、警部、ウォリアーさん、なんか重なってるアサシンさん、太鼓族が勝ちやすいです。15ラウンドの配置はこちらを参考にしてみてください。このラウンドでは前衛駒がしっかりいると勝ちやすいモンスターラウンドです。ハンター6を出しただけでも勝てるラウンドではあるんですが、特にハンターは配置をしっかり変えておかないと負けます。デモンハンター4はグレーシャーかビーストを出しておくと勝ちやすいです。次に原種の破片、先祖のお守りとフェイトローブの重要性を理解するのがおすすめです。本営の例のように先行を引けば相手のスキル対象にならないということがあります。これらのことから上級者が原種の破片を高く評価している理由がよくわかります。原種の破片で防ぎきれないものはフェイトローブで防ぐという攻略の仕方もあるので、相手のスキルの強い場合や CC がきつい場合はこれらのアイテムを活用してエースが動かなくなってしまうということを避けれるようにすると良いと思います。今回はオートチェスの使用の先行後攻についての情報をまとめた動画です。今後も定期的にオートチェスの基礎情報も発信しますので、ぜひチャンネル登録をして続報をお待ちください。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。